はい、皆さんこんにちは。ビッグ S Vlog の、ビッグ S AK サイカです。本日はちょっとね変わった画角でお送りしてるんですけども、はい、今日ちょっとね、こういうたまにはね車内動画でお送りしようかなと思います。昨日ですね、5月の反省ということでね、ちょっとネガティブな発言も多かったかななんて思って、なんかコメント欄にすごくね心配してくれる方いらっしゃって、すごくねありがたいなと思いますし、本当にね5月って結構ねネガティブなことが起きた時でもあったんですけども、そういうことをね通じてまた僕自身ね、精神的にも大きくなっていければななんて思ってます。どうですかね、こういうたまにというか、車内動画車窓動画っていうのもねちょっとやっていきたいなと思いますし、毎回なんかこう時間が取れて、ああいう定点で撮れるっていうことがなかなか難しいかななんて思う時もあるんで、こういう感じで撮るのもどうですかね。よかったらコメント欄にコメントいただければなと思います。今日は、6月1日になります。はい、6月1日、2025年もう半年経つってことですよね。早いですね、半年経つっていうのはね。はい。6月1日、今日は日曜日なんですけども、僕みたいにねこういうフリーランスってね映像を作ったりしてると、休みっていう休みがなんかすごくあるわけではなく、今日もね実際、仕事はしてましたし、自分の自主制作、あと今日これとかやったりしてたんですけども、今日ちょっとね比較的時間が取れたので、そうですね、なんかこう自分家、実家行って、親と話してっていうね日でもあったんですけども、そうですね、そうやってね、父親と話すこともね、この年になってできることっていうのは幸せなことだと思うし、なかなかねこう親のありがたみっていうのは、こういう年になってくるとだんだんよく分かってきますし、そういうこともね親孝行していくのもね一つありかなと思います。ということで6月に入ったんです。6月今日1日なんで、6月のね目標というか、頑張っていきたいこともねありますし、本当にこうちょっとねあんまり喋ることね今日考えずにスイッチ入れて、もうなんかね車内動画撮ることでもうテンション上がりまくっちゃって、内容考えてないっていうねオチなんですけども、フリースタイルでよくねこうやって内容考えてないで喋るってことは結構すごく大事で、ラジオをやってるっていう話もしたと思うんですけども、もう毎週水曜日ねラジオやってるんですけども、一応ね書くんですよ、台本書いて。だけど僕の場合台本書いちゃうとそのまま読んじゃう癖があって、台本読みみたいな感じになって、なんかリアル感が伝わらない感じになってしまうんですけども、そういうのを防ぐためにある程度話す内容はこうで、こうっていうのを、一字一句書くわけじゃなくて、大体こういう内容でいこうみたいな感じでやってます。はい。本当に台本読みしちゃうタイプだから、こう聞いててもこいつなんか台本読んでる感あるなみたいな感じなんですけども、そうだ、ぜひね聞いたことない方、毎週水曜日ねやってますんで、僕のインスタグラムで毎週水曜日放送前にストーリーとかでここから聞けますとかっていう風にねストーリー流すんで、ぜひね聞いていただければなと思います。聞いていただいてね、よかったらメッセージとかリクエストいただけるとすごくありがたいです。はい。話を戻しますけども、フリースタイルで話すっていうことなんですけども、フリースタイルで話す、難しいですよね。その自分の中にある知識を全部引っ張り出して、引き出しを瞬時に引き出して話さなきゃいけない。だからよくあるのが、ラジオやっててメッセージもらうんですよね。メッセージもらって、なんかこういうのどうですかみたいな感じで質問系が来られる時があるんですけども、そういう時は頭フル回転ですよね。
とかそこから話を組み立てていかなきゃいけないっていうこともあるんで、こういうフリースタイルはねしっかりできた方がいいのかなと思って、たまにはこういう感じで話す内容決めずに30日チャレンジやってるんですけど、本当にこうなんだろう、やっぱり引き出しというか喋ることもちゃんとすごく考えなきゃいけない時もあるんですけども、瞬時にねこう話せるようになるっていうのもすごく大事かなと思いますし、台本書くこともすごく大事ですけども、今回こういうチャレンジっていうのは、そういうこともやりつつも毎日毎日の中で出来事を考えて、本当にちょっとしたことをこうねネタにできる、話題にできるっていうのはすごく武器になりますし、毎回ラジオ僕自身やってるんですけども、毎回話す内容があるかといったらないんですよね。本当に細かく見ていくとこういうことをネタにして話していかなきゃいけないっていう時もあるんですよね。実はこれマジなリアルな話なんですけど、だけどそうやって細分化できる能力っていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますし、それを面白くこう伝わるように伝えるっていうのも技術になってくるのかなと思います。だからこういうこともやっぱ30日チャレンジって今日で3日目なんですけども、めっちゃ大事かなと思います。はい。だからこうやってね社内動画でちょっとテンション上がっちゃって話す内容考えてなかったけども、レックボタンを押して、スタートすると、いろいろちょっとしたことをね話題にしていく。ちょっと社内動画撮るからテンション上がっちゃって、こういう話になるっていうね、そういうちょっと単純明快ですけども、単純なことでテンション上がって台本考えてないっていうね、はい、そういうのもめちゃくちゃ面白いんですけども、今時間は夕方のちょうどねおかえりホットステーションがやってる午後5時、15分ぐらいなんですけども、はい、今日は本当にそんな感じで親父と話したりして、いい日だったなと思いますけども、午前中ね、そうちょっとね最近欲しいなっていうレンズがありまして、今日はなんかね午前中とかネットサーフィンして、このレンズっていくらぐらいなのかなとかって探したりとかしてます。はい。レンズってもうピンからキリまであって、本当に高いものは50万ぐらいとか、100万ぐらいとか結構しますし、安くても5、6万、中には6000円ぐらいとかあったよな。なんでレンズが必要かというと、レンズ自体ね一つ一つ個性がありますし、メーカーによっても個性がありますし、一概にこのレンズが良くて高いレンズがいいからとか、安いレンズがダメっていう話じゃないんですけども、自分の表現に合うミリ数ですよね。何ミリがちょっといいのかなとか、僕も本当最近撮影しててる中で、50ミリっていう焦点距離、単焦点レンズで撮ったりすることがあるんですけども、そういうのが多いのかな最近。そういうので撮ったりするんですけど、やっぱ50ミリっていうのは、俗に言うなんか人の、視野に近いって言われてるんですよね。でなおかつ単焦点で撮るってことは、自分で足動かさないと画角が変わらないっていう、そういうレンズっていうか、簡単に言うとそういうレンズなんですけどもそういうレンズを使っていく中で、だからもうちょっとこういう焦点距離でとかいろいろ出てくるんですよね。最近ちょっと考えてるというか、ちょっと今日なんか思ったのが、バティスっていうメーカーの 85mm の焦点距離をちょっと欲しいなーなんて思ってて、そうなんですよね。 85mm、 僕実はその 85mm の単焦点持ってなくて、今持ってる単焦点が 20mm、35mm、50mm で、ズームレンズで35、150か、持ってます。ズームレンズは本当になんか移動しきれないとか、ちょっとこの域に入れない、移動ができない時によく使うんですけども、単焦点結構面白いですね。ズームレンズ、ここでは単焦点レンズとズームレンズの違いについてはあんま話さないですけども、本当に
何がいいか悪いかっていう話ではなくて、その自分に合うもの合わないものというかを考えてて、で今回 85mm がいいなと思って、単焦点で持ってないんで 85mm のバティスちょっと見てたんですよね。やっぱ中古でもやっぱ高いですよね。なんで 85mm にしようかなと思ったのが、85mm ってポートレートに適してるんですよね。ポートレートってなんだろう、本当に撮りやすいというか、はい、ポートレートとかそういうの、あとそういう結構綺麗に撮れるんですよね。なんか結構専門用語言っちゃうとなんか聞いてる人があれになっちゃうんであれなんですけど、結構ね本当にそれちょっと欲しいなと思ってて、85mm って結構ねその距離が取れるというか、だからちょっとねいいなと思いつつも、なかなかそういうのがあんまりできなかったんで、本当にそうですね 85mm 欲しいななんて思って今日はネットサーフィンしてましたけども、いろいろこのレンズの焦点距離でねいろいろとその伝えられる効果も違うし、だからといって集めなきゃいけないっていうか揃えなきゃダメだっていう話でもないですけども、その自分の表現の幅が広がるなら、ちょっと検討してもいいかなって思って、だいたいバティスの 85mm はいくらだっけな、新品で10何万か15万だったかな。で中古で9万から8万ぐらいか。そこは要検討って感じなんですけども、そんな感じで自分の表現をこう考えつつもいろいろとね、模索してる最中なんですけど、ありますよね。仕事道具ってこういうのがあったら便利だなみたいな、そういうところをちょっとね今考えてて、そうなんですよね。だから本当にそうですね、そういう道具っていうのも一つ大事なものなのかななんて考えつつも、はいいろいろネットサーフィンしてます。結構僕いろんなねネットサーフィンしたりとか YouTube サーフィンっていうんですかね、いろんな人の作品を見たりするんですよ。あと解説もよく見ますし、こういうねトーク系っていうのを本当に見たりしてるんで、よくね模索したりはしてるんですよね。どういうこと喋ってるのかなとか、ちょっとね話展開しちゃうんですけど、どういう話してるとか、映像系の人たちってやっぱり自分のその撮り方とか話したりとか、やっぱ最近多いのがそうですね、レビューですよね。僕もデハンサーさんのレビューしてるんですけども、商品紹介とか結構最近そういうの多いですよね。いいか悪いかはあれなんですけども、そういうのが多くて、やっぱりトップの映像関係の人はそういうことやってると、やっぱり他の人たちってそういうのを真似するっていうのはやっぱ常じゃないですか。いいものを真似ろっていうのは常だと思うんですよね。だから僕自身もそうやって、だけど逆にちょっと違うかななんて思って、だからこういう30日チャレンジを始めたんですよね。映像クリエイターとしてじゃなくて、一人の人間としてね、多分1日目に話したと思うんですけども、そういうのを加味してちょっと30日チャレンジっていうことをねやり始めたんですけど、本当にいろんな YouTuber 海外のも見るんですよ。今結構 YouTube 海外のあれなんですよね。ボイス日本語で訳してくれるボイスで日本語に訳して喋ってくれる機能があったりして、めっちゃ見やすくなったなと思って、海外の人たちってどういうこと考えてるのかなっていうのはすごく楽しくて、聞いたりとか見たりしてると、やっぱそういう独自な、だから僕もそういうフィルムルックな Vlog やってる人あんまいなくねみたいな、しかもデハンサーさんでねそういうプラグインをね提供していただいたから、せっかくそれ生かすしかなくねみたいな感じでやってます。デジタル映像って本当にカメラが良ければ本当に撮れてしまうっていうのがあるから、逆にあえてでフィルムルックにしたいな、Vlog にしたいななんていう感じでねやったりはしてるんですけど、はい結構これちょっと話変わっちゃうんですけど、社内動画いつ終わりにすればいいのかな。はい、そんな感じでちょっとねいつ終わりにしようかなと思ってるんですけども、
まあ要約すると今日はまあ親孝行したっていうのと、まあ、レンズを探したっていうのと、まあその中でもまあいろんな YouTuber の人のサンプリングしながらこうやっていろいろやってるっていうことをね、今日はトークテーマにして、お届けしました。まあ、6月1日ということでね、いろいろトークのテーマ、今日本日初めてのね車窓動画ということで、まあ車窓動画やるときはいつ切るかっていうのをねちょっと念頭に置いておかなきゃいけないなっていうことを、知れたといういい学びだったなと思います。ということで、本日の、30日チャレンジ、Day3 はこんな感じで終わりたいと思いますけども、皆さんぜひねコメント欄に気楽にコメントしていただいたりとか、なんか質問していただければなと思ってます。ぜひねこの僕の30日チャレンジの行く末を見たい方はぜひチャンネル登録してもらって、グッドボタン、押していただければなと思います。じゃあ皆さんまた明日もよろしくお願いします。それではまた。